3社連続で不採用となり、就職活動に疲れ切っていた高山。4社目の面接を翌日に控えていたが、頭の中は不安でいっぱいだった。そして当日、面接会場の廊下の椅子に座っていると、隣に明るい雰囲気の就活生がやってきた。俺、山田。お宅は？突然のフランクな口調に少し戸惑いながらも、高山は名乗る。高山です。へえ、高山くんか。おいおい、そんなガチガチに緊張してんの？もっとリラックスしろって。軽く笑う山田は、どこか人を見下すような態度を崩さない。俺さ、スーパー大学出身なんだよ。まあ、勉強は昔から余裕でトップだったし。明るい笑顔の裏に強い自信と自負がにじみ出ていた。雑談の途中で山田は何気ない調子で言葉を放つ。この会社、学歴ないと厳しいらしいよ。俺には関係ないけどさ。その一言で高山の胸に重たい石が落ちたような感覚が広がった。じゃあ、高卒の自分なんて最初から無理じゃないか。これで4社目か。心の奥で小さなため息がにじむ。やがて面接官に名前を呼ばれ、山田が部屋へ入っていった。山田の面接は最初こそ順調に見えた。60代ほどの面接官は明るく自信満々な山田に好印象を抱いたようだった。ほう、有名大学を卒業されているのですね。はい、高校時代から成績は常にトップでした。しかし、会話が進むにつれ、山田の言葉には傲慢さが目立ち始める。大企業だとライバルが多いですからね。ここなら僕が一番になれると思いますよ。任せてください。面接官はもはや呆れ返っていた。無言で書類を眺める面接官に山田は畳みかけるように要求を重ねた。ところで、給料は新卒と同じですか？もしそうなら少し色をつけてもらえませんか？入社日はいつです？できれば来週の水曜日以降がいいのですが。遅刻は何回まで大丈夫でしょうか？面接官の表情から笑みが消える。声を押し殺すように告げた。今日はここまでにしましょう。結果については後日ご連絡します。はい、よろしくお願いします。満足げな顔のまま山田は部屋を後にした。次に呼ばれたのは高山だった。肩に力が入り、声もかすかに震えている。最初、面接官はまた変な学生かと思い、淡々と質問を投げかけていた。だが、やりとりが続くうちに少しずつ印象が変わっていく。特別な学歴も実績もない。しかし、真剣に答えようとする姿勢や人柄の温かさは隠しようがなかった。最後に高山が口にした言葉が面接官の胸を打った。御社の一員になれたら、小さなことからでも全力で取り組みます。自分は器用ではありませんが、真面目さだけは誰にも負けません。その瞬間、面接官の表情が和らぐ。声の調子もわずかに柔らかくなった。数日後、高山は自宅に戻ったが、また不採用だろうと覚悟していた。なぜなら、あの山田でさえ不採用通知を受け取っていたからだ。山田が落ちたのに、俺なんか受かるはずない。そうつぶやき、肩を落とす。カップラーメンをすすりながら、なんとなくテレビを眺める。その時、突然電話が鳴った。不採用なら手紙のはず。電話？一体誰だろう。電話に出てみると、面接を受けた会社からだった。高山さんですね。おめでとうございます。採用が決まりました。一瞬耳を疑い、声が出ない。電話を切った後もしばらくは現実感がなく、ただ座り込むしかなかった。だが数秒後、こみ上げる感情を抑えきれないで全身で叫んだ。よっしゃ！小さな部屋いっぱいにその声が響き渡った。
今日のお話はちょっと難しかったよね。わからなくても大丈夫よ。気楽に頑張ろうね。今日の日本語はどうだった？それじゃみんなバイバイ。